ヘルダイバー。今回は新しい支援武器の C4 パックをテストしてみました。この武器の仕組みを簡単に説明すると、爆発物を投げて何かにくっつけ、リモコンのスイッチを押して爆発させるというものです。モードを切り替えて射撃ボタンを押すと起爆させることができます。また複数の爆薬をつけてから同時に起爆することが可能です。最大傾向数は7つですが、補給することで大量の爆薬を設置してから起爆することも可能です。爆薬を使い切ってから補給した際はリロードボタンを押さないとなれないので注意してください。他にも一度設置した爆薬は新しく養成した C4 パックでは起爆できないので覚えておきましょう。今回は21個の爆薬をエクソスーツに搭載させてみました。それでは敵に対しての使用感を確認していきましょう。まずはオートマトンです。ファクトリーストライダーに対しては意外な結果となりました。このように目を狙った場合は倒すのに3つの爆薬が必要です。目のあたりで爆発させないと倒すのに4つの爆薬が必要になります。他の武器の場合は頭や目を狙うのがベストな選択となりますが、 C4 パックの場合は胴体を狙うと効果的です。このように側面に爆薬を設置することができれば2つで倒すことができます。側面だけではなく背面やハッチに設置した場合も同様の結果になるので、チャンスがあれば頭よりこちらを狙うのが良いでしょう。足だと4つの爆薬が必要だったので避けるようにしてください。つま先を狙った場合は3つで倒すことができたので、頭を狙うよりもベストな選択になる状況もあると思います。遠くから狙うのは難しいですが、キャノン砲は爆薬1つで破壊することができます。次はハルクとオーストライダーについて見てみましょう。彼らに対しては難しいことを考える必要はありません。爆薬を投げつけたらスイッチを押すだけで OK です。オーストライダーに対しても爆薬1つで倒すことができます。胴体やキャノンにつけても問題なく倒せるのは嬉しいポイントです。タンクに対しては車体を狙うと正面からでも爆薬1つで倒すことができます。砲塔の正面に爆薬をつけてしまうと2つ必要になるので避けるようにしましょう。キャノン砲も同様に正面だと爆薬2つが必要になります。側面や背面であれば少し下にくっついても爆薬1つで破壊することができます。バンカータレットや対空砲の場合も1つで破壊可能です。もちろんファブリケーターの外壁に設置しても1つで破壊できます。離れて起爆させれば敵と交戦することなく拠点を破壊することができます。バルクファブリケーターを一発で破壊するには通気口の中に爆薬を入れなくてはなりません。通気口のあたりだと2つ必要になります。シャッターや側面につけると破壊には9つほど必要だったのでやめておきましょう。またジャマーと研究施設は C4 パックでは破壊できないので注意してください。大型の敵や構造物の破壊以外にもパトロールに使用してもいいと思います。爆発範囲も狭くはないのでそれなりに群れの数を減らすことができます。次はターミニットについて見てみましょう。ベヒーモスは頭で起爆させると一発で倒すことができます。他にも胴体の中心で起爆させれば一発で出血して3秒ほどで倒れます。お尻の場合は10秒ほどかかります。爆薬をつける位置によっては出血しないので注意してください。このように爆薬をつけると出血しませんでした。また足に爆薬をつけた場合は装甲は破壊できますが出血はしないのでなるべく避けた方がいいでしょう。インペーラーの装甲や胴体で起爆させると倒すのに爆薬が2つ必要になります。足に爆薬をセットした場合も同様ですが装甲は一発で破壊できます。一発で倒すには露出した弱点か口の中に爆薬をセットする必要があります。また後ろから狙える状況ならお尻に爆薬をセットしてください。他の武器では狙わない方がいい部位ですが C4 パックなら問題ありません。次はタイタンです。タイタンを倒すには少なくとも2つの爆薬が必要なようでした。頭部に爆薬をセットすると2つで倒すことができます。他にも胸か腹に爆薬をセットすれば2つで倒すことができますがしっかり狙わないと足などについてしまうので少し難しいと思います。胴体に爆薬を投げた場合は3つ必要でした。別々の部位にダメージを与えてもタイタンはなかなか倒れないので同じ部位にダメージを与えてください。またタイタンの巣は C4 パックで破壊することはできないので他の手段を用意しておきましょう。通常の巣穴は破壊可能ですが穴の中で爆発させないと壊すことはできません。ダイナマイトのように使うことはできないので注意してください。放射噴出機とシュリーカーの巣は爆薬2つで破壊することができます。通常のアーマーなら45メートルほどの距離からでも爆薬を設置することが可能です。投擲距離を伸ばすアーマーを切れば60メートル以上離れていても爆薬を設置することができます。地形によってはもっと先まで届きそうです。
C4 を節約したい場合は一つだけ爆薬を使ってからプライマリーウェポンなどで破壊するのもいいでしょう。例えば新しい武器の AR59 サプレッサーだとワンマガジンで破壊することができます。最後はイルミネートについて見てみましょう。ハーベスターは爆薬1つで倒せることもありましたが、基本的に2つ必要になると思っておいた方がいいです。おそらく目のあたりに設置できればうまくいくようですが、狙ってやるのはかなり難しいです。また関節部分で爆発させても一発では倒せないようでした。爆薬を1つ使った後、目を打つとすぐに倒すことができますが、正確に開けるのは難しいです。最も簡単にハーベスターを倒す方法は足元で爆発させることです。シールドを破壊する必要もなく、うまくいけば爆薬2つで倒すことができます。言い忘れていましたが、シールドを破壊しないと爆薬がくっつかないので注意してください。ワープ戦の場合はシールドに爆薬をつけて一発で破壊することができます。増援のワープ戦も破壊することができますが、爆薬が2つ必要になるのと撃墜が遅れるので狙う理由はないでしょう。意外だったのはスティングレイにも爆薬が届いたことです。さらに自分で起爆する必要がないので、当てることさえできれば一発で撃墜することができます。稲妻の戦闘は近くに爆薬を投げても破壊することが可能です。フレッシュモブも一発で倒すことができます。同時起爆で倒すと非常に気持ちがいいです。ソウルレスやオーバーシアーの群れに爆薬を使うのもいいと思います。残念ですが、アルティメイタムのように壁を破壊してショートカットすることはできませんでした。皆さんは C4 パックについてどう思いましたか？コメントで感想を聞かせてもらえると嬉しいです。個人的には使うのが非常に楽しい支援武器だと感じました。爆弾をセットされて仲間も大喜びしています。それでは次回の動画もチャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。